は。香港カンフー武術学院の総教練真鍋岳山でございます。久しぶりの少年党解説シリーズその11というわけでございました。この解説シリーズ10までで、少年党の第1節これは終了したわけでございます。これからは第2節こういうことでございます。少年党の第2節と言いますと、割と短い、技の配列ですが、なかなか英春拳としては大事な意味があるんじゃないかなと思ってるんですけども、まず順を追って説明してまいりましょう。まずサオ君の状態から技が始まります。左から始まってその次は右で、これはもう法則は一緒でございます。まずはトンサオですね。トンサオ、これがあるわけですけども、真下で後方で前方、こんな感じでやるわけですけども、実践の中で使うことがあるっていうのは、チントンサオでしょうね。チントンサオはどういうふうにするかと言いますと、この構えてるとこから斜め下45度に出します。こんな感じなんですが、この時にですね、脇が開く人があるんですね。脇がこういう風になる人があるんです。こんな感じ、パクサを下に出してるように、こんな感じにしてる人があるんですが、これは間違いです。必ず脇を締めて縦にセオンチントンサオですからね、こんな感じになる。脇を締めて手首をしっかり曲げて斜め前45度に出していただくということなんですよ。これが正しくて、これは正しくないと言ってます。でこうなるとご批判があるかもしれませんが、後拳で下に出すやつ手横なっとるやないかっていうようなご批判があろうかと思います。確かに後拳はこうなります。こうなってこうなりますね。広角総経験の前段とかそんなんで出てきます。こんな技です。その代わりこれは肘が曲がってます。肘の関節が135度に R がついてます。英春拳の場合はまっすぐです。まっすぐなのにこっち向けてると、これはもう弱いんですね。曲がってるところが強い。それ意味合いがちょっと違うんですね。だから横に当たっていいじゃないか、それは良くない。まっすぐ出していただく。で、実践の場面でこのトンサオを利用するというのは、蹴りを防ぐ。英春拳の場合すごく近距離で行いますので、相手の蹴り太ももをトンサオすることによって相手の蹴りを防ぐということを使うことができます。それ以外のトンサオはいろんな意味で使えるんですが、まず真下に下ろしますね。これは肩も一緒に降りてるということです。肩が降りてますと、肩上がってると体当たりした時に肩が上がると力が前に伝わらないんですね。ちゃんと降りた状態で当たらないと体当たりにはなりません。もちろん
北派とか他派の憲法をやってらっしゃる方も体当たりという技あるので、その時に肩が上がってるようじゃ威力が出ません。これ常識です。で、後方のトンサオも一般的にはですね、後ろの敵に小手打ちするんだというような説明が多いと思いますが、これもどうなんかなと、相手の背丈とかそういうのがぴったり合わないとその攻撃もできませんし、この股関節を曲げる、相手の後ろ叩いて曲げるということで相手の力を削いでしまうと、そういうふうな、説明になるかと思うんですが、あんまりどうなんかなという思いはありますね。こう斜め後ろ45度に出して戻す、この反復動作に一つの正解があるんじゃないかなと思います。いろいろ技の用法としてよりも、ある意味その腕力を鍛えるというモーションじゃないかと私は思ってますよね。実際の用法というよりは、そういう要請するモーションであるの一つであると考えてもらった方がいいと思います。これがトンサオ、ハウトンサオ、チントンサオ、これが4点ですね。で、見栄え、もちろん見栄えの話なんですけども、きっちり手首が曲がってることですね。ハウトンサオでもきっちり曲がる、チントンサオでもきっちりで、ヒュンサオでも手首曲がる、下、後ろ、前、ちゃんと手首がきっちり曲がってることが大事。マックス曲がってる、こっち背屈してるってことが大事です。背屈してないで、こっち内向いて脇が開いてる、こんなのはもうダメトンサオですね。そういうことがないように気をつけていただいたら、綺麗なトンサオになると思います。トンサオの用法自体はもう相手の蹴りを太ももを押さえて防ぐ、もしくはフック系のパンチが来た時に相手の肩をこのトンサオで押すというような感じとか、相手のフックが来た時に相手の肘の内側上腕二頭筋あたりをトンサオで押さえて止める、ポン。そういう風な技として用います。これも一つ防御技ですね。で、ハウトンサオはそういう実践面じゃなくて養生するようなモーションであると、こういうことで理解していただいたらいいんじゃないかなと思います。久々にやりましたよ。次は、トンサオからセオンファーサ、これの解説をしていきたいと思います。よろしくどうぞお願い申し上げます。ありがとうございました。